もうじゃあ冷静によし腹をくくって作り直そうかというのが新生ファイナルファンタジー14っていうプロジェクトが生まれた原因です。ただですね、皆さん思うと思うんですが、いや新作作る方が早くねっていう、いやもう一本作れるでしょそれって。ただですね、ここでちょっとやっぱり思い出していただきたいんですけども、そうこのセッション役に立たないんですね。普通はあそこまで行ったら作り直すというよりも、よし次のゲームで大逆転しようぜと、まあ普通ですよね。ただ一番これファイナルファンタジー14の目標ですというふうにお話をした部分なんですが、お客様の信頼をどうやったら取り戻せるのかとか、そのどの部分悪いものを修正しようとかこう出しました。で僕らとしてはお客様の信頼を取り戻すというのがファイナルファンタジー14のとにかく大きな命題です。でこれが達成できなかったらそもそも14をやってる意味がなくてですね、僕らにとってはこれこそが売上よりも重要だというふうに会社側も定義をして進めているプロジェクトなので、まあ新作でカバーすればいいよねみたいな結論が取れないというのがファイナルファンタジー14の特殊性。まあお客様にこれ以上失望を与えてはいけない、多数その時点でもなお毎日ログインをして毎日プレーをしてきっと何とかしてくれるよと、面白くしてくれるよと言っていただいているお客様いらっしゃいました。やっぱりそこにちゃんとした面白さを提供するのが僕らの責任だと。で批判を真摯に受け止めて対応する、誠実に対応していくことが必要だろうと。やっぱり FF のナンバータイトルです。でここでギブアップすることは25年続いたファイナルファンタジーの歴史の中で、まあ、非常に深刻な状態を招きます。なのでプライドは僕ら捨てないという覚悟で、進めています。で何よりゲームです。プレイヤーの皆さんに楽しんでもらえないと話にならないと。で総合的に出した結論がビジネス的な成功は二の次でお客様からの信頼回復こそがゴールであると。だからまあ特殊すぎて皆様のお役に立てるセッションにならないと。で結局これらの特殊要件と、まあ、課題や問題点全部洗い出した結果、サービスは止めないと。健康14のサービスは続けながら大改修を行います。それからできうる限りお客様とちゃんと対話をしていこうと。逃げたりせずにちゃんと言葉を交わそうと。それから、まあ、非常にネガティブな状態でした。だから無理にお客様を増やそうとしたりしないようにしようと。ちゃんと修正できてから改めてきっちりプレイしてみてくださいというお話をしましょうというのを、テーマにしました。で同時に作り直したその新生ファイナルファンタジー14というものを、提案させていただくことでもう一回だけ期待してもいいかなという、流れを作りたいと。で結局僕らはゲームしか脳のない人間の集まりなので、まあ、ゲームを作る以外に僕らにはできることはないよねと。でこうした結果、まあ、現行14を大改修しながら新生14を同時に開発するという、まあ、初の試みにはなりますが、全部条件を整えた結果これしか答えがないという状況で、この結論に達したと。でもう